だけほだじゃほう、ウォーストリドゥファファラオスです。ほぼ10分でわかる日本語文法。今日の文法は何々一方だの勉強を一緒にしていきましょう。N3 文法ですね。はい。では例文から見ていきます。はい。じゃあまずこの男の人はちょっと今体調が悪いですから、お医者さんが薬飲んでくださいねと言っていますね。ですがこの男の人は薬を飲みません。はい。するとどうなると思いますか？はい。病気は治りますか？ちょっと治りませんね。はい。なかなか良くなりません。良くならないだけではなくて、どんどん悪くなってます。もしかしたらまたちょっと入院をしなければならないかもしれません。はい。だんだんどんどん悪くなっていってますね。じゃあこの状況、一方だを使ってどう言いますか？病気はどんどん悪くなる一方だですね。はい。全然治りません。悪い方向にどんどん進んでいっています。はい。じゃあもう一つ。はい。じゃあこの人はどんな仕事をしていますか？この人は営業マンですね。はい。で、この赤いグラフ、これはこの人の営業の成績です。はい。じゃあ成績を見てください。どうなっていますか？最初はあんまり良くありませんね。ですが、どんどん成績が上がっていますね。いい方向にずっと上がっていってます。はい。じゃあこれも一方だ使います。どうしますか？今期の彼の業績は上がる一方だですね。彼の業績、この営業の成績ですね。がずっと上がっていってますよね。はい。だんだん上がってます。はい。じゃあこの一方だ、どんな意味でしょうか？はい。意味は何々ここの状態がどんどん進んでいくと同じ意味です。例えば病気はどんどん悪くなる一方だ。どんな意味ですか？病気が悪い方ですね。治りません。悪い方にどんどん進んでいきます。と同じ意味です。はい。では接続見ます。ここ何が入りますか？ここには動詞が入ります。皆さん何形だと思いますか？はい、ここは動詞の辞書形ですね。辞書形プラス一方だを使ってください。で、もう一つ、ここに入る動詞は、はい、変化を表す動詞が入ります。はい、どんな動詞ですか？後で説明しますね。はい、ではポイント。まず一つ目。どんな意味ですか？さっき何々の方向へどんどん進んでいきます。変化していきますと言いましたが、これはプラスの方向、マイナスの方向へどんどん進んでいきますと同じ意味です。ですから、例えばプラスの方向だったら何かいいことがどんどんいい方向に行きます。マイナスの方向だったらどんどん悪い方向にいきます。はい、この状態の時に使う文法です。ですから、例えば上がったり下がったり上がったり下がったりします。これには使わないです。どちらかです。どんどんいい方向ですか？どんどん悪い方向ですか？どちらかですから、このいい方向悪い方向に、はい、行ったり来たりします。の時は使えないので気をつけてください。じゃあもう一つ。ここですね。ここには変化を表す動詞を使います。じゃあ変化を表す動詞って例えば何ですか？例えば増える、減るとか上がる、下がるとか、はい、多くなる、少なくなるとか、はい、何かちょっと変化だんだん増えます。だんだん減ります。こういう変化を表す動詞をよく一緒に使いますから、これも覚えておいてください。はい、では練習します。1番、教師の仕事は業務量が多くて何々一方だ。はい、業務量ちょっとやらなければならない仕事がたくさんあって何々一方だ。はい、じゃあ今度2番ですね。出生率が年々低下している日本では何々が進む一方だ。はい、ちょっと難しいですね。出生率、これは何でしょう？
これは赤ちゃんが生まれる確率ですね。日本ではどんどん新しい新生児、赤ちゃんが少なくなっていますから、何々が進む一方だ。はい、じゃあどうですか？はい、では1番、これは例えば仕事がたまる一方だですね。仕事がたまります。いいことですか？良くないことですか？これはマイナスの方向ですね。仕事がたまります。とても忙しいです。大変です。の状態がどんどん続きます。仕事がたまります。悪い方向にずっと進んでいます。じゃあ下。はい、2番は少子高齢化が進む一方だ。はい、少子高齢化、皆さんちょっと難しい言葉を使っていますが、よく出てくる表現です。これは新しく生まれてくる赤ちゃんが少なくて、高齢者の人がどんどん増えていく社会問題の一つですねのことを言いますが、日本ではこの少子高齢化がどんどん年々増えてます。上がってます。はい、この一方だを使って少子高齢化が進む一方だを使ってください。はい、ではまとめていきましょう。一方だ、どんな意味ですか？何々の状態がどんどん進んでいきますと同じ意味です。はい、では接続、ここには変化を表す動詞の辞書形が入ります。はい、で最後ポイントですね。1つ目、プラスの方向、マイナスの方向へ進んでいく、変化していくと言いたいときに使いますよ。プラスしたりマイナスしたり、この行ったり来たりするときには使えませんから気をつけてください。では2つ目、ここには変化を表す動詞を使いますよ。じゃあ変化を表す動詞って例えば何ですか？ここには増える、減るとか上がる、下がるなどの変化を表す動詞をここに持ってきますからこれもセットで一緒に覚えてしまってください。はい、では今日の文法はここまでで終わりにしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。